新社会人です。NISA に預貯金の大半ぶち込んでますが、大半額は米国 ETF です。ワンチャン介入で1ドル130円とかになるかもと触れてるんですが、長期で円安で間違いないと思ってます。直近使う金ならノーショルダーでしょうか。ここの関節を考えてください。ワンチャンとはあるかもしれないですけど、基本的には円安は変わんないと思うんですよね。日本の人口がどんどん減り続けている以上、日本が作り出せる価値というのはどんどん減っていくので、なので長期的には厳しいよねっていう至極当たり前のことなので、これを覆すってなるとね、オープン AI とかアンソロピックとか Google とかが日本の会社で日本人が運営しないと回らないよねとかであれば利益率高いかもしれないですけど、中小企業でシェアが高い会社というのは日本に結構あるんですよ。大きな売り上げ、1兆2兆みたいな売り上げの規模で、それなりに日本でしか作れないものがあるとしたら、トヨタぐらいしかないんじゃない？もう日産もあかんしね。なので、そうすると結局それ以外はもう産業としては日本ではなかなかお金を生み出せないよねってなるので、長期的には日本に投資しても厳しいよねってなっちゃうと思うので、これだから、僕そんなに難しい話をしてなくて、人間の人数と教育レベルによって生み出せる価値というのは決まるので、そこをおろそかにしたら、そりゃ経済伸びないよねっていう、至極当たり前の話をしてる気がするんですけど、なぜか皆さんあまり理解されないようで。昭和の時代に比べると世の中の仕事が複雑高度化しすぎて最近の若者はかなり息苦しくなってる気がします。先進国の少子化ってこれが原因でしょうか？ある種合ってますね。一定以上の年収450万以上の仕事ができない人はお金が手に入りづらいので疎外感を感じるという構造になってるんですよね。年収450万以上の仕事というのがだいたいそのデスクワーク的な頭を使う仕事だったりするので、単純作業でも昭和の時代は食えたんですよね。工場のラインの仕事だったりとか、ひたすらタオルを作りますって仕事だったりとかもあったんですけど、日本だったら縫製っていう服を縫う仕事っていうのいっぱいあったんですけど、ああいう仕事ってもうなくなっちゃったんですよね。なのでその服を縫うみたいなスキルがあったとしてももう1円にもなりませんってなっちゃったので、せっかくそういうスキルがある人でも食えなくなるっていうので、結果として給料も低いし自己実現もできないので、どちらかというとその自尊心も失われてしまうみたいなのがあって、家庭にもそんなにお金がないので子供が作れなくなるっていうのがあって、安いものを海外から買うというのはそれはそれでコスパがいいのですが、ただそれによって産業が失われてしまうことによって自国の国民があまり豊かにならないっていう、ウォルマートみたいな状況なんですけど、っていうのが起こってしまうのも長期的にはよろしくないんじゃないかなっていうので、スローフード運動みたいなのをイタリアとか結構やってたりしますと。機械化した分仕事終わりじゃなくて新たな仕事を詰めないです。これね、新たな仕事を詰められるのは優秀な人で、失業して終わりっていうのが一般的には起きている出来事です。今の世の中、昭和の時代に比べ仕事がかなり複雑高度化していて、その分社会に出るまでの教育期間も長くなりすぎている気がします。教育を効率化して16、18歳くらいで社会に出られる仕組みを作れば、少子化や人手不足の改善につながらないのでしょうか。例えば中学高校ぐらいから分野ごとの専門教育を行えば、自立も早め労働人口も学生や家庭の負担も減ると思いますが、現実的には難しいでしょうか。方向性自体は僕も結構賛成なんですよ。で、それでやるべきことっていうのが、外国から安い商品を買うのをやめるになると思うんですよね。昔はタオルを作る工場みたいなのが日本中にいっぱいあったんですよ。同じことをずっと続けるだけで商品が作れて売り上げが発生するというのが昔はあったんですよ。でも今単純作業だけだったら外国の人が外国でやって出来上がった製品を買った方が安いよねという構造になっちゃってるんですよね。なので単純作業で残念ながら人が一人暮らせるだけの給料を払うというのがもう日本はできなくなっちゃったんですよね。服の縫製ができる会社が日本にあんまりないって話したと思うんですけど、服を作るアパレルの会社って日本にいっぱいあるんですけど、見てもらえば分かると思うんですけど、メイドインジャパンの服ってほとんどなくて、だいたいメイドインチャイナとかバングラディッシュとかあったりするんですけど、生地を作るとかまだできるんだけど、結局ドゥっていう肉体労働に関して日本人が食えるほどのお金を出せないんですよね。他の東南アジアの方が安いのでっていうのがあって、単純作業というのがどんどん海外に流れていって、複雑な作業に向いてない日本人というのは仕事がないという構造になっちゃってるんですよね。昔は例えば漁師町とかだとひたすら網を引っ張るだけでお金もらえたんですよ。もう腕力さえあれば何でもいいっすみたいな、そんなに頭良くないんだけどでも腕力ありますみたいなのが、もうとりあえず網引っ張れやと、ひたすら網引っ張るとか、ここの箱をこっちに移動するっていうのをひたすら毎日やるとかっていうのでもやっぱり仕事になったんですけど、やっぱりそういうのがだんだん機械化するとか AI 化していくと、そこも人間がやることっていうのがどんどんなくなってしまうので、
東南アジアから安いものを買って日本から仕事をなくしてしまうというのが、長期的にはその複雑な作業ができない人がお金をもらうことができなくて、社会の二極化が始まってしまうんですよね。僕はどちらかというと、人は複雑な仕事ができるようにした方がいいと思っていて、教育レベル上げるべきだと思っていて、なので単純作業しかできないっていう人は単純作業やっていただいて、そうじゃない人というのはベーシックインカムとかでとりあえずお金を上げるから勉強してスキルを上げて給料の高い仕事に就くように努力してっていうので、給料の高い仕事に就いてもらうという方が結果的に日本の GNP は上がると思うんですよね。でこれのちょっと誤解があると思うのが、学校の勉強をやったとして生産性が上がるというのがほとんど間違いです。小学校中学校までの算数とか文字を読めるとかの国語のレベルというのは必要なんですけど、でそれ以外の教科って生産性においてはほとんど意味ないです。音楽の授業を受けて音楽の道に進む人はいいんですけど、別に音楽の道に進まなかった人ってその授業無意味じゃないですか。古典漢文無意味じゃないですか。無意味なことっていうのをやたら学問だからやらなきゃいけないよねっていうので、中高大学っていうのでやり続けていて、実際社会で求められる能力スキルとは違う能力に時間とお金を使って学習させられてるんですよね。なので契約書をまともに読めるようにするとか、プログラム書けるようにするとか、映像の編集を覚えるとかの方がよっぽど社会で役に立つんですよ。でも社会で役に立つのではなく、今までの教員が同じことを教えるということだけに執着しているので、スキルを磨くための期間というのは国民に提供してスキルを上げてもらおう大事なんだけど、でもこれが今の文科省が言っている教育なのかっていうと、僕はそうじゃないんじゃないかなと思うんですよ。いろいろな業界が特化しすぎていて、元素記号を全部覚えて科学の世界で生きていくんだっていう人は元素記号必要なのよ。なので必要な人は僕はやればいいと思うんですよ。じゃあ元素記号を覚えて水平リレー僕の船とかやればいいし、数学でいきたいんだっていうのであれば三角関数って何なのみたいなのもちゃんと覚えて、サインコサインタンジェントみたいなの覚えてやればいいし、家庭科に行きたいっていうのは家庭科に行けばいいし、料理に行きたいんだったら料理に行けばいいし、もう各々特化した方向に進むべきなのに、まんべんなく分かってて特化したものがない人というのを大量に作るというのが社会の利益率を上げる上ではあまりよろしくないんじゃないかなというふうに思ってます。物価上昇の一時的な対策として政府補助金や給付金など直接的な支援か税制優遇など間接支援だったらどちらか対策として成功するでしょうか。一時的な対策であれば税制優遇でも直接的支援でも別にどちらでも成功する可能性はあると思います。ただ問題は今の物価上昇というのは一時的なものではありません。なので仮に一時的に消費税を 2% 下げました。物価が毎年 2% 上がるっていうので、最初 2% 下がったからトントンだよねと。で2年目 2% 上がったとして 2% 上がったよね。で3年目次 4% 上がりました。どうすんのって日本の経済の構造の問題なので、一時的なお金を配るもしくは減税をするというのをやると、結果としてその時はなんか得したな、良いことが起きたなと思うんですけど、その構造という自体は変わってないので、問題先送りにしてるだけなんですよね。なので少子化が悪いよね、無駄な教育をしてるのが悪いよねっていうふうに僕が言ってるんですけど、少子化対策をしないしきちんとした教育をしないというのをやってる限り、きちんとした教育をしないというのは文系に金払ってるっていう意味です文系は金稼がないからねっていうところをちゃんとしない限りはなかなか難しいんじゃないかなと思います。一時的なものであれば対症療法はできるんですけど、あくまで一時的なものじゃないんですよね、今起きてることは。円安が続いている状況で円安で儲けた企業が昔の地域の動くように自社のある地域に寄付やインフラ投資をすれば庶民の生活も豊かになると思います。ひろきさんの思いますか。するのであれば生活は豊かになると僕も思います。でもしません。以上です。例えばトヨタが儲けたお金をどこに使うかっていうと、アメリカの工場を最新のものにするとか、ヨーロッパの市場に対して広告を打つとか、メキシコに工場を作るっていうので、これから人口が減っていく日本に投資して工場を作ったら損するじゃないですか。だって人口減ってるから若者の労働者少ないんですよ。いないんですよ。さらに若者の労働者少なくてコストが高いんですよ。給料高いんですよ。それだったら若者が多くて給料の低い国に工場を作って出来上がったものを日本に輸出して儲けた方が良くないってなるじゃないですか。なので合理的に考えると、残念ながらその外貨円安で儲けてる国っていうのは輸出で儲けてる国だと思うんですけど、でそういう国でそうすると、じゃあ輸出先でその製品作った方がもっと儲かるよねってなっちゃうんですよ。日本でしか作れないものというのがあればそれはそれでありなんですけど、残念ながら日本でしか作れないものってあんまりなくて、
日本って基本的には資源がない国なので、資源をどっかから持ってきて加工して輸出する国で、日本がじゃあ自動車を昔いっぱい作ってましたって言っても、自動車の部品のうち日本国内で調達できるもの何ですかって言ったら、鉄鉱石とか樹脂であるプラスチックですとか、タイヤである天然ゴムですとか、ガラスぐらいはなんとかなるかな。結局金属だったり、その樹脂だったりとかゴムだったりっていう自動車を作る部品のほとんどは海外からの輸入なんですよ。で、それだったらその部品は別に日本を経由する必要なくて、他の国で集めて、そこの国で作って売った方がいいじゃないですか。例えばじゃあ車を注文して、日本で作って、これアメリカに輸出するってなると、またプラス1ヶ月とかなんですけど、部品を最初からアメリカに持ってって、アメリカで作ったら、作ったその場で売れるじゃないですか。日本経由する必要ないよね。っていう構造になってるので、なので海外で儲かってる円安の企業というのが日本に戻ってくるっていうのはもう構造的には難しいんじゃないかなと思います。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。